Maybe because I was running towards you, waving my arms, yelling, "Don't do that." This is gonna end with you and me running through the jungle, screaming and crying. A grown-up man sitting at home watching TV. The way I heard it, DC police found you naked, laying in Lincoln's crotch, covered in nicotine patches with a sign across your chest that said, Hey guys, what's up? ニクです。今回は奇跡の応用についての動画です。奇跡の応用は文プラスアルファともともと完結している文にいろいろ付け足すという応用なんですね。本当に便利です。あまりにも便利なので奇跡の応用と呼んでます。そして奇跡の応用の本当に素晴らしいところは一つだけ付け足して終わりじゃなくてどんどん付け足すことができます。今回は2つ、3つ、5つどんどん付け足した例文を見てみましょう。まずは先に奇跡の応用を復習しましょう。形容詞なら文の最後にそのまま付け足すことができます。名詞なら with でつなぎます。そして動詞なら ing にして付け足します。例えば He came home 彼が帰ってきたというもともと完結している文にいろいろ付け足してみましょう。まずは形容詞をそのまま付け足すのでとっても簡単です。例えば彼はお腹を空かせて帰ってきたは He came home hungry を付け足すだけですね。彼は疲れて帰ってきた He came home tired そして酔っ払って帰ってきたは He came home drunk と言います。本当に便利なのでぜひお勧めしたいです。名詞なら with でつなぎます。例えば He came home with a headache 帰ってきた時頭痛だったっていう意味ですね。同じように悩み事を抱えて帰ってきたは He came home with a problem と言います。そして動詞なら ing の形にして付け足すことができます。例えば泣きながら帰ってきたは He came home crying ですね。そして帰ってきたら女性の香水の匂いがしたは He came home smelling like perfume ですね。あらま。ちなみに匂いがするは smell という動詞です。動詞だから ing なんですね。この奇跡の応用は別の動画で詳しく説明してるんですけど、その以前の動画をまだ見てない人はこの上のところをタップしてそれもぜひ見てください。今回は2つ、3つ、5つどんどん付け足した例文を見てみましょう。例えば He came home drunk with no money smelling like perfume と3つ付け足す場合も多いです。酔っ払ってて一文なしで香水の匂いをさせながら帰ってきたという意味ですね。これはぼったくりバーに引っかかった人の話ですね。同じように I can't concentrate with you watching TV 君がテレビを見ていると僕は集中できないという話です。ここで with you がなくて I can't concentrate watching TV の場合自分がテレビを見ながら集中はできないという意味になります。元の文に I しか入ってないですよね。だから付け足したものも I がやっている行動になります。私がテレビを見てて私が集中できないということになるんですけど、そこで with you を入れて君がテレビを見ていては僕は集中できないということになります。同じように I went to bed with the window open ですね。この open は形容詞の open です。動詞の open は開けるとか開くという動きですね。動詞ですね。そして形容詞の open は開いてます。開いてますという状態です。動詞は動作。そして形容詞は状態ですね。そしてここも I went to bed と寝たのは私なんですけど、オープンだったのは私じゃないですね。私が開いてるわけじゃないですね。なので with you をさっき入れたと同じように with the window を入れます。このようにもともと完結している文に2つのプラスアルファを付け足すことが本当に多いです。日常茶飯事です。そして When I went to bed, the window was open とか He was hungry when he came home と
2つの文を使うよりも簡単で、そして自然なんですね。別の例文も見てみましょう。I broke my leg skiing スキーをしていて足が折れたですね。さらに付け足して I broke my leg skiing drunk 酔っ払ってスキーをしていたら足が折れたという文です。同じように I cut my finger cooking 料理をしていて指を切ったにさらに付け足して I cut my finger cooking watching TV テレビを見ながら料理をしていたら指を切っちゃったという文です。これを以前紹介したときに2つの ing はありえないでしょう。必ず while とかそういうのを入れなきゃありえないでしょうという人が多かったので、今回は映画やドラマのシーンでそれが使われているシーンをいっぱい見つけたので、ちょっと見てみましょう。論より証拠です。Why wouldn't I light the fuse? Maybe because I was running towards you, waving my arms, yelling, "Don't do that." これはロストのシーンですね。なんで導火線に火つけたんだよって言って、なんでつけちゃいけないわけって言われて、Maybe because I was running towards you, waving my arms, yelling, "Don't do that." と言ってます。Maybe because I was running towards you までが完結している分、走って君の方に向かっていたからですと言ってます。そしてその後、waving my arms こう腕を振りながら yelling, "Don't do that." それはやめてと叫びながらと動詞の ing を2つつけてますね。別に and と while は入ってないけど、これが普通の英語です。ここで and を入れて waving my arms and yelling というのも正しい英語ですけど、and が入ってなくても使うことが多いんですね。Why wouldn't I light the fuse? Maybe because I was running towards you, waving my arms, yelling, "Don't do that." Dude, I know how this works. This is gonna end with you and me running through the jungle screaming and crying. これがまたロストのシーンですね。This is going to end までが完結している分、こういう結末になるなと言ってます。この文に入っているのは this ですよね。人は入ってないですよね。そして僕たちが逃げてる結末になると言ってるので、with me and you をまず入れて、その後 running through the jungle、ジャングルで逃げてる。そしてさらに screaming and crying を付け足してます。僕らが泣きながら叫びながらジャングルの中で逃げている結末になりそうだなと言ってます。ここでは最後に and が使われてますね。Dude, I know how this works. This is gonna end with you and me running through the jungle screaming and crying. Look at you. It's Saturday night. A grown-up man sitting at home watching TV. これがまたロストのシーンですね。A grown-up man 大人の男性って文にはなってないんですけど、同じように2つ付け足してます。Sitting at home 家で座っている Watching TV テレビを見てるって2つ付け足してますが and とか while でつないでるわけじゃないですね。これはハーリーのお母さんが言ってるんですけど、もう早く結婚相手を見つけなさいよみたいな話をしてて、でこのいい大人が土曜の夜にこうテレビを見て家でゆっくりしてるとは何なのよみたいなことを言ってるんですね。Look at you. It's Saturday night. A grown-up man sitting at home watching TV. 次は3つ以上付け足されているものを見てみましょう。まずはビートルズの有名な曲 Strawberry Fields という超有名ないい曲の歌詞を見てみましょう。Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see という有名な歌詞です。まずは Living is easy 生きるのは簡単だというのが完結している文、そして with eyes、そして closed、先ほどの with the window open と同じ感じなんですね。with eyes、eyes は元の文に入ってないので、ここで with eyes を入れて、そして closed は
閉じてるという形容詞ですね。目を閉じたまま生きるのは簡単ですと言ってます。そしてさらに misunderstanding all you see 見るものすべてを誤解しながらというのを付け足してます。これで3つですね。with eyes, closed, misunderstanding ですね。つまり現実を見ようとしない生き方は簡単だよみたいな話をジョン・レノンがしてます。ちなみに僕は超職業病でもうカラオケ行ってもこれは奇跡の応用法だ、これは名詞だ、これは動名詞だっていつも文法ばっかり意識して歌ってます。次はウィニー・ザ・プー、クマのプーさんの本に出てきた文を見てみましょう。これはディズニーのプーさんじゃなくて原作です。1928年、もう90年前に出された本なんですけど、そこでいっぱい付け足されているのが見つけました。まずはプーさんはあんまり賢くないという設定で、クリストファー・ロビンに Bear of Very Little Brain と呼ばれています。原作にはこの Bear of Very Little Brain というのよく出てきます。あんまり脳みそのないクマというすごい失礼な言い方ですよね。プーさんかわいそう。そんなプーさんでもめちゃくちゃ賢いアイデアがあって、で、クリストファー・ロビンがびっくりしてますというシーンなんです。クリストファー・ロビン could only look at him までが完結している分、彼を見ることしかできなかったと言ってますけど、その後 with mouth open ってまず2つです。唖然としていることを言ってるんですけど、口を開けたまま、そして and eyes staring と言ってます。stare はじっと見るという動詞です。open は先ほど紹介したように開いてるという状態の形容詞ですね。ここで with mouth open, with eyes staring とも言えますが、もう with が先に来てるので、ここで and でつながってる感じなんですね。こう eyes staring も mouth open もこう with でつながってるというようなイメージです。そしてさらに wondering とまた動詞の ing が付け足されています。これで5つです。すごいですね。wonder は気になるという意味の動詞です。wonder の後は名詞が続くんですけど、この名詞は if を使ったかどうかという名詞です。この人が本当に bear of very little brain なのだろうかと気になりながら、目がじっと見てて口を開いたまま見ることしかできなかったという文ですね。次は Thank you for smoking という映画に出てきたセリフを見てみましょう。The way I heard it, DC police found you naked, laying in Lincoln's crotch, covered in nicotine patches with a sign across your chest that said, He doesn't need to hear the details. まずは The DC police found you と言ってます。DC はワシントン DC の警察が君を見つけたという完結している文ですね。その後 naked 裸でという形容詞を付け足されてて、さらに laying in Lincoln's crotch ですね。crotch はお股なんですけど、リンカーンの像の膝の上で寝てたという話をしています。次は covered in nicotine patches と言っています。cover は動詞なんですけど、ここでは過去分詞を使っています。過去分詞だと受け身の意味になりますね。受け身じゃないなら動詞の ing を付け足す。受け身なら過去分詞を付け足します。covered は覆われてという受け身の過去分詞なんですね。例えば He came home crying 泣きながら帰ってきた。これは受け身じゃないので ing He came home fired クビにされて帰ってきた。クビにされたという受け身の意味だから過去分詞ですね。そして He came home covered in mud泥に覆われて帰ってきたですね。自分が泥をカバーしてるんじゃなくて、泥にカバーされてるイメージですね。だから受け身の意味の過去分詞になります。そしてここもそうですね。ニコチンパッチに覆われて、そしてさらに with a sign across your chest と言っています。この胸のところにこうサインが置いてあったと言っています。
assign は名詞だから with なんですね。The way I heard it, DC police found you naked, laying in Lincoln's crotch, covered in nicotine patches with a sign across your chest that said, He doesn't need to hear the details. この文が本当に興味深いですね。ありとあらゆる奇跡の応用の使い方が一個ずつ使われています。形容詞を付け足す naked, with 名詞を付け足す with a sign across your chest、 そして動詞の ing を付け足す laying in Lincoln's crotch、そして動詞の過去分詞、受け身の場合、covered in nicotine patches ですね。本当に面白いですね。そしてこのように元の文がすごい短くても、どんどん付け足してすごい長い文が組み立てられます。どうですか？わかりましたか？この応用って本当に便利ですよね。もう奇跡の応用ですね。そして and とか while なしで動詞の ing が2つ続いていることも日常茶飯事ですね。これでよくわかりましたね。本当に便利なので、これをぜひマスターしましょう。マスターするためには自分もどんどん例文を作っていくことなんですね。皆さんもこの応用を使って例文をいっぱい作りましょう。作った例文をコメントのところに書いちゃいましょう。そして次回もお見逃しのないようにチャンネル登録もしましょう。それでは See you next time!